大変お待たせいたしました。本日はコスパ最強シャーペントンボモノグラフファインを徹底レビューしていこうと思います。こちらは2023年の10月31日に発売された商品で、モノグラフシリーズの最高峰モデルとなっています。税込み1210円という価格なんですが、めちゃくちゃコスパが最強で非常に完成度が高いです。実は 0.5mm のブラックと 0.3mm のシルバーは発売日ぐらいにトンボ鉛筆さんからいきなり送られてきたんですよね。ただ今回はプロモーション動画ではないので、追加で2本僕が自腹で購入しました。これで全ラインナップ揃ったので、カラーバリエーションとかも含めて皆さんの参考になれば幸いです。動画の最後では5つ星評価とか、いい点気になった点をまとめて紹介していきます。購入を迷っている方の参考になれば幸いです。それからチャンネル登録者数100万人に向けて残り19万人になりました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画を撮るまではモノグラフシリーズ正直そこまで詳しくなかったんですけれども、今回レビューするにあたって過去のモデルも全部買ってみました。こちらがベースとなるモノグラフですね。税込み440円。で、こちらがモノグラフグリップです。税込み550円。で、こちらが最も安いモノグラフライトですね。税込み242円。で、こちらがモノグラフゼロ。こちら660円なんですけれども、今は廃盤になってしまいました。モノグラフシリーズのシャーペンっていうのは、モノがついている通り、すべてのモデルに回転繰り出し式のモノ消しゴムが搭載されています。なので、モノグラフシリーズっていうのは、書くだけじゃなくて、消すというのにもこだわったシリーズと思っていただければ OK です。今回のモノグラフファインは初の1000円以上のモデルということで、かなりね、気合を入れたモデルなんじゃないかなと思っているので、早速開封をして見ていこうと思います。こちらが 0.5mm のブラック。こちらが 0.5mm のシルバー。こちらが 0.3mm のブラック。こちらが 0.3mm のシルバーでございます。お値段は1本税込み1210円となっています。こちらのペンの第一印象としてはかなり洗練されててかっこいいなと思いました。トンボの高級デザイン筆記具ブランドのズームで培われたデザイン力っていうんですかね。そういうのがモノグラフファインにも反映されているような感じがして、ただかっこいいだけじゃなくてなんか美しさも感じられる、そんなデザインになっているなと思います。こちらのモノグラフファインは最高峰モデルということで、これまで搭載されていなかった新しい機能が搭載されています。それが消しゴムユニットロック機構。これまでモノグラフライトだったりモノグラフゼロといったモデルはノック部分に消しゴムが搭載されていて、しっかり消そうと強くね消しゴムを押し込むと勝手にシャーペンがノックされてしまっていたんですよね。今回のモノグラフファインでは通常時は普通にノックできるのに消しゴムを使おうと逆さにするとノックができなくなるというギミックが搭載されています。個人的にシャーペンについている消しゴムはあんまり使わないんですけれども、いざという時に便利な機能かなと思います。回すとこんな感じで消しゴムがニョキニョキと出てくるんですけれども、かなり長いですね。これだけ長いと消しゴム使っても罪悪感少なそうですし、替えの消しゴムも販売されているので、ピンポイント消しゴムとしてもね、気楽に使えるかなと思います。ただ気になったところとしては、こちら消そうとすると消しゴム単体が結構沈んじゃうんですよね。ノックはされないのでそこはありがたいんですけれども、消しゴムの合成がちょっと低いなと思ったので、仕方ないところではあるんですけれども、なんかもうちょっとふにゃふにゃしないようにしてほしかったなと思います。それではモノグラフファインのデザインについて詳しく見ていこうと思います。ボディ上部にはモノカラーがさりげなくアクセントになっててかっこいいですよね。で、先端の口金見ていくと、先端に行くにつれて細くなるテーパー加工というのが施されています。シャーペンの口金って本当にいろんな種類があるんですけれども、ここまで鋭く細く美しい口金っていうのは見たことがないですね。それからペン先の視界もめちゃくちゃいいということで、シャーペン界でもトップクラスの視界の良さかなと思います。先端には 3mm ちょっとのガイドパイプを採用しています。一般的に製図用シャーペンのガイドパイプって 4mm のものが多いんですけれども、こちらはちょっと短くなっています。超個人的な意見なんですけれども、先端のガイドパイプって 4mm もある必要ないと思うんですよね。なんかガイドパイプが長い方が定規引きやすいっていうメリットはあるんですけれども、3mm のガイドパイプでも十分定規で線を引くことができますし、ペン先の視界も十分確保されているので、全然 3mm でも問題ないかなと考えています。
それから分解をしてみると、口金とグリップは一塊の真鍮パーツになっています。こちら一体化にすることで細かいガタつきだったりブレというのを排除して安定感を向上させています。ペンテルのスマッシュなんかも一体化の構造になってますよね。それからグリップから口金にかけてソフトフィール塗装というのが施されています。わかりやすく言うと、表面にラバーのようなものがコーティングされているような感じで、スイッチのジョイスティックをちょっと滑りやすくしたような、そんな触り心地です。ステッドラーのヘキサゴナルにも似たような塗装がされているんですが、それと同じような触り心地です。それによって金属グリップなのに滑りにくいというメリットがあります。でもどうせ劣化しちゃうんでしょうって思っている方は舐めてはいけません。公式サイトによると、経年劣化によるグリップのベタつきを排除したと書いてあるので、一般的なラバーグリップみたいに使っていくとベトベトと加水分解してしまう、そういった心配はないと思っていただければ OK です。よく見ると持ち手の部分も少しだけグリップがへこんでいまして、そこも滑りにくいように工夫がされています。ただこちらのソフトフィール塗装はローレットグリップのペンと一緒に筆箱に入れてたら塗装が剥がれて真鍮がむき出しになってしまったんですよね。なので通常よりも塗装が少し剥げやすいのかなと思いました。こちらのペン使うときはしっかりと守れるペンケースに入れるのがいいかなと思います。グリップの上の方にはちょっとしたへこみがここにあるんですけれども、これはグリップと軸の境目をカモフラージュするものだというふうに考えています。グリップと軸の本物の境目っていうのはこれよりちょっと上のところにあるんですけれども、あえてちょっと下のところにへこみを持たせることでシームレスなデザインにしているなっていう、そんな工夫を感じました。ただここの溝のところかなり細い隙間になっているので、ホコリとかゴミが入るとかなり取り出しにくいですね。なのでもう少し溝を浅くするとか、そういう工夫をしてもよかったんじゃないかなと思います。グリップを分解するとチャックが見えるんですが、芯をホールドするチャックは金属でできていました。軸はプラスチック製となっています。なのでこの軸だけで持つと結構軽いんですよね。この先端の真鍮パーツがかなり重たくなっているので、かなり低重心設計になっています。クリップの先端はかなり尖っています。こうやって尖ってるクリップって指に当たると痛いのであんまり僕好きじゃないんですけれども、こちらのモノグラフファインのクリップはかなり短くなっています。で、ペンの先端からクリップの先端までの距離が 10.5 センチ以上もあるんですよね。これほど上にクリップがあるペンってすごい珍しくて、かなり上の方にあるので書いてる時にクリップが指に当たる心配は皆無かなと思います。あとクリップは正面から見た時にスリットがこのように設けられているので、デザイン性も高いかなと思いますね。クリップの硬さは硬すぎず柔らかすぎずのちょうどいい硬さかなと思います。キャップを取り外してみると、かなりでかいですね、このパーツ。このパーツはモノグラフライトとかとも似ているんですけれども、それらとは互換性はなかったです。芯を補充するときは、芯タンクがちょっと奥の方にあるんですけれども、普通にこうやって芯を補充することができます。それからキャップのデザインなんですけれども、シルバーのキャップだけ透明になってるんですよね。こうやってペンに装着してもシルバーはこのスパイラルのところが見えるので、ちょっとメカニック感があってかっこいいですよね。キャップの天井のところは最高峰モデルということもあってシルバーのメッキが施されています。ノック感は普通でした。特別押し応えがあるわけでもないし、至って普通のノック感かなと思います。スペックを見ていきます。重量は 21.8g ということで、ちょい重ですね。で、重心は先端から 61mm となっています。これは超低重心です。ペンテルのスマッシュとかオレンズネロとかパイロットの S20 よりも低重心になっています。で、ペンの全長は 148mm ということで、これはシャーペンの中で結構長いですね。で、グリップの直径は 10mm となっていました。ちょうどいい太さかなと思います。スペックについてまとめると、ロングボディなのにめちゃくちゃ低重心になっているということで、かなり珍しいスペックをしていますね。通常ロングボディのペンって重心が高くなりがちなんですが、これほど低重心なのは正直びっくりしました。それでは書いていきましょう。まず書いてみての感想なんですけれども、価格以上の合成の高さを感じるなと思いますね。この上の軸はプラスチックでできているんですけれども、このグリップと口金が一塊の真鍮パーツでできているっていうことで、このペン先の合成がめちゃくちゃ高いんですよね。なのでペン先だけでご利用ししてる書き味っていう感じはあるんですけれども、書き味は結構いい方ですね。このご利用し感はペンテルのグラフギア500に似てますね。それからペン先の視界もいいなと思います。では僕が使ってみた感想を5つ星評価でレビューしていこうと思います。
まずは軽快さですが、こちらは星4つでございます。最強に低重心のシャーペンではあるんですけれども、星5つ満点にはならなかったですね。低重心なんですけれども、少し書いてる時に重さを感じました。どうしてかというと、完成モーメントが影響しているかなと思います。完成モーメントって何かというと、物体を回転させる時の重たさだと思ってください。実際に筆記してる時のペンの動きを見ていただきたいんですが、このペン先を見るとすごい動いてますよね。でも逆にペンの中心部分ってほとんど動いてないのがお分かりいただけるかと思います。ちょっとこれ想像してほしいんですが、例えばペンの両端のところにすごい重たいパーツがあったとしましょう。そうすると書くときに一画一画よっこいしょよっこいしょと、力が必要になってくるので疲れてしまいます。この場合ペンの中心周りの完成モーメントは大きいと言えます。でも逆にこの動いていない中心部分に重たいパーツがあったらどうでしょうか。中心部分ってあんまり動いていないので、重たいパーツがあったとしてもあんまり力必要ないですよね。この場合中心周りの完成モーメントは小さいと言えます。モノグラフファインは消しゴムユニットロック機構のパーツがペンの上の方にあるんですよね。なので完成モーメントがやや大きくなっています。あとそもそも全長が長いので完成モーメントが大きいんですよね。ペンの中では軽快に書ける方ではあるんですけれども、満点とまではいかなかったので星4つとさせていただきました。続いて握りやすさなんですが、こちらは星4つでございます。絶対に指に当たらないぐらい短いクリップなので、そういうところでかなり握りやすさに関しては工夫がされているんですけれども、このソフトフィール塗装はもう少し滑りにくくしても良かったんじゃないかなと考えています。指がすごいカサカサしてる時に書くとちょっとグリップ力が物足りないなと思う時がありました。普通に使ってる分には全然握りやすい方ではあるんですが、もう少し滑りにくくしてくれてたら満点だったかなと思います。続いて書き心地ですが、こちらは星4つでございます。先端部分にたくさん金属パーツを使っているので、結構合成感のある書き味を楽しめます。ただすごい残念だなと思ったのが、書いてる時にこの消しゴムユニットロック機構のパーツが若干カタカタとね振動してしまうんですよね。文房具好きじゃない普通の人が使ってたらそこまで気にならないレベルだとは思うんですけれども、僕の場合この細かい振動っていうのがどうしても気になってしまったんですよね。カタカタ振動があると書き味の高級感が一気に減ってしまいます。なので消しゴムユニットロック機構のギミックを搭載しているから仕方がないところではあるんですけれども、最高の書き味かと言われたらそんなことなかったので星4つとさせていただきました。今回5つ星評価をしてみて全て星4つという評価になりました。ここが100点だっていうね、なんか特別すごい秀でているところがあるわけではなかったんですけれども、全体的に80点から90点というね高得点を叩き出し続けるっていうところが、本当に万能で優等生だなっていう、そんなシャーペンだなと思いました。最後にいい点気になった点それぞれ3つずつまとめました。まずは良かった点ですが、消しゴムユニットロック機構が搭載されてて実用性が高いというところ、あとは1210円とは思えない完成度の高さですね。あとはデザインがめちゃくちゃ美しいっていうところですね。気になった点としては筆記時にカタカタと振動してしまうっていうところと、消しゴムを使う時に消しゴム単体が沈んでしまうっていうところ、あとグリップの細い溝にホコリが入ると取り出しにくいっていうところ、この3つかなと思います。そんな感じでモノグラフファイン特有の悪い点もあるっちゃあるんですけれども、それを差し引いても個人的にはかなりお勧めできる総合力の高いシャーペンだなと思います。もしこの見た目にすごいね気に入った方は文房具屋さんとか Amazon とかでぜひチェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。